はい、こんにちは。第4回のまつげの授業ということでですね、今日は前回に引き続き、二次関数と平行移動についてお話をしたいと思います。だいぶですね、私も慣れてきたので、少し喋りが早くなるかもしれませんけど、よろしくお願いしたいと思います。では、前回の復習から参りましょう。y イコール ax 以上。つまり、中学校で習った二次関数のグラフ。下に凸、上に凸の原点を通るグラフでしたね。これを X 軸方向、つまり左右に P だけ平行移動したらどのような式の変化をするかという話をしました。確認をしますが、y イコール a、x-p の2乗となります。x のところが x-p に変化することで x 軸方向に p 平行移動ということになりました。じゃあ今日はこの例を見てください。やはり中学校で書いてきた y イコール 2x 以上のグラフ。これを y イコール 2x 以上に1だけ足してみましょう。どのような変化が起こるでしょうか。これは一次関数と同じように y の値が1だけ増えることになります。y の値が1増加するということは、グラフはどうなるでしょう。 y の値が上がる。y というのは上下の動きです。したがって、y 軸方向に1平行移動することになります。よろしいでしょうか。このことを頭に置いて、前回やったことと今のお話を合わせて話をしてみましょう。y イコール 2x 次乗のグラフを、例えば x 軸方向に2だけ平行移動してみます。そうすると式は y イコール2括弧 x-2 の次乗とこうなります。そして今の話をこの話に続けてみましょう。y 軸方向に1平行移動してみます。そうするとこの式をさらに1だけ加えればいいということになりますので、y イコール2括弧 x-2 の次乗プラス1とこのようになります。よろしいでしょうか。例えばここが下に下げたいという時には今度はここがマイナスいくつということになるわけです。さあ、今まで話したことをまとめてみましょう。中学校で学んできた原点を通る二次関数のグラフ。y イコール ax 以上という式で表されました。これを左右 x 軸方向に p、上下 y 軸方向に q だけ平行移動した後の式はどのようになるかというと、次のようになります。y イコール a 括弧 x-p の次乗プラスの9とこのようになるんですね。グラフはどうなるか。例えば a がプラスの数だったら原点を通る下に凸のグラフが y イコール ax 以上です。で、こちらの式を表すグラフは x 軸方向に p、例えば p をプラスにしましょう。y 軸方向に q、これも今回はプラスにしてみましょう。ちょうど頂点に当たるこの点がここまでスライドすることになります。そして x 次の係数は変わらないので、グラフの形そのものは変わりません。つまり、このような感じのグラフになります。よろしいでしょうか。ここまでが平行移動の話の基本となります。さて、先ほど具体例でこの関数の式を出しました。ちょうどこの下にスペースが残っているので、ある変形を書きたいと思います。
y イコール2、x マイナス2の2乗プラスの1。これを、右側を展開してみましょう。2、はい、a-b の2乗ですから、a 2乗、マイナス 2ab ということは 2×2 で4になりますね。プラスの b 2乗。こうなります。括弧をばらしましょう。となりますので、この8プラス1で9となります。この式を二次関数の一般形と言います。さて、次回は、この一般形の二次関数のグラフを書くために、どのような考え方で書いていくことができるかということを、前回、今回の話と交えながらやっていきたいと思います。では、今回はここまで。ありがとうございました。